古写真研究員の井桜です。今回は第13話本郷区をご案内します。ここは神田川の北側、あちらには順天堂大学があります。明治39年に新築された順天堂医院も復元されています。今回最初の1枚はこの辺りからです。私が先ほど立っていた場所付近から神田川の眺めです。遠方のここに神田上水の掛碑が見えます。前回ご紹介した水道橋から見た掛碑の写真を覚えてますか？こちらが前回ご紹介した水道橋から神田上水の掛碑の眺めです。ここにある高台が現在の文京区立元町公園です。この木がこの木です。こちらの方が葉っぱが多いので夏に撮影されたのかもしれません。右上のここに少し建物が見えますね。この辺りには順天堂医院があります。ここに順天堂医院ですよね。この病院は天保9年、今から184年前に佐藤大善という人が和田塾という蘭方医学塾を江戸の薬研堀に開いたのが始まりのようです。大善の隠居後は養子の佐藤高中が2代目となり、明治6年に下谷練馬町に病院順天堂医院を開業しました。そして明治8年にここ湯島に移転します。門の前には客待ちの人力車が4台止まっています。この人は患者さんでしょうか？ちょっと具合が悪そうに見えます。人力車の車夫たち、こちらは退屈そうですが、この人笑顔です。明治初期の写真で笑顔の人あまりなくて珍しいんですよ。後ろに見える医院の建物、もう少し横から撮影したものもあります。こちらはここにあった表札がありませんね。営業時間外で外されているんでしょうか。それでも門の前にはこちらも退屈そうな人力車の車夫たちが客待ちをしています。当時の本郷区はここです。もっと上にも続きます。ここが水道橋で、神田上水の掛碑はこの辺り。ここが神田明神。順天堂医院はこの辺りにありました。中山道と重なる本郷通りがこんな風に通っています。絵図を少し拡大しました。本郷通りはここです。通りを挟んだこの辺りが本郷2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、そしてその上には本郷森川町があります。後でご紹介しますが、ここに明治10年に開校された東京大学があるため、この辺りには本屋や下宿屋がたくさんできました。その本郷通りをこれからお見せしますが、その前に神田明神の北側のこの辺りにある妻恋神社にちょっとだけ寄ってみましょう。と言っても写真には何も書かれていないので断言できませんが、この写真は多分妻恋神社かと思います。気になる方は行って検証してみてください。妻恋神社は古事記や日本書紀に登場する大和武とその后音立花姫が祀られています。その昔、音立花姫は大和武が全国統一を目指し戦いに行くときに同行していました。その時乗っていた船が暴風雨に遭い沈みかけます。音立花姫は海の神の心を鎮めようと自ら海に身を投げて死んでしまいます。すると海が静まり大和武を救いました。妻を恋したうというのが妻恋神社の名前に由来しているそうです。縁結びや恋愛成就にご利益があるそうです。よく見るとここに男性がいました。
お参りに来たんですかね。ここは本郷6丁目本郷通りです。この辺りは昭和40年まで本郷森川町という地名でした。こちら側には古本店や書店が多くあります。そしてこちら側は東京大学の敷地になっています。この風景が明治40年頃だとこんな感じでした。本郷森川町です。この通りは本郷通りですが、森川町通りとも呼ばれていたそうです。東京大学のすぐ近くなので学生街として栄えました。左端には書籍、雑誌、世界堂、その奥には古着販売、犬です。右側には文房具。遠方のこの建物は下宿屋でしょうか。後ろのこちらは何でしょう。大学の校舎の一角かもしれません。この写真の頃の東京大学は東京帝国大学という名称でした。中央の人力車のお客さんは東京帝国大学の学生でしょうか。爪襟の制服と制帽姿のように見えます。そして車夫の足元見てください。看板写真で撮影されているので露光時間が短く躍動感が伝わります。足が浮いていますね。本郷通りの森川町通りはここです。第91景の写真は本郷通りのこの辺りの眺めかと思います。明治政府は明治9年に東京医学校の校舎をこの辺りに完成させました。翌年には東京海星学校と東京医学校が合併され、東京大学が誕生します。東京医学校は東京大学医学部となりました。この辺りには病院、こちらには寄宿舎や脚気病室などができます。江戸時代、この敷地には別の大名屋敷もありましたが、ほとんどは加賀藩前田家の上屋敷の敷地でした。この辺りに現在も加賀藩の上屋敷の赤門が残されています。あまり知られていませんが、こちらにも加賀藩の上屋敷の東御門と呼ばれた門がありました。その東御門がこちらです。お長屋につながった長屋門です。右側の表札、東京大学医学部と書かれています。左側には読めません。左端に11月医院です。この門の奥には少しだけ建物が見えますが、寄宿舎と脚気病室がありました。脚気病室は明治15年に置かれたそうです。ビタミン欠乏症の一つである脚気は明治3年頃から流行し、多くの人が亡くなりました。この当時は結核と並び二大国民病と言われたそうです。ビタミン B1 の不足です。この頃は深刻な問題でした。そしてここから右へ進むと突き当たりにはこちらの東京大学医学部の校舎があります。右側の表札にはちょっともやもやしていますが、東京大学医学部、そして左側の表札には東京大学予備門分校と書かれています。こちらは医学部へ入学しようとする生徒に予備教育をする学校です。この校舎は昭和44年に小石川植物園に移築され、現在は東京大学総合研究博物館の小石川分館として一般公開されています。次は今回最後の写真になります。絵図の上、ここに根津神社があります。この辺りには根津遊郭がありました。今から300年ほど前に作られたようです。
根津遊郭の一角です。中央の白い建物は遊郭らしい形をしていますね。3階建てです。風が吹いたようで1階ののれんが激しく揺れて映っていますが、その右下に看板が。どなたか読める人がいたらご一報を。その奥の建物の2階には人影が。遊女でしょうか。こちらは根津神社のすぐ隣にあった八幡太郎です。根津遊郭の中でもひときわ大きな遊女屋だったようです。正面の玄関、屋根のところに八幡太郎とあって、左下には遊女屋で働く若い士ですかね。この八幡太郎のもう少し右側を撮影した写真もあります。こんなに立派な庭園がありました。左側に見える縁側には、こちらも若い士と、こちらは女の子でしょうか。根津遊郭は今から300年ほど前に作られましたが、1841年の天保の改革によってその姿を一度消しました。その28年後の明治2年には、明治政府が30軒に限り5年間の営業を許可して復活します。ところが、期限を過ぎても営業を続ける店がほとんどで、次第に店も増えて繁栄していきました。すぐ近くに東京大学が開設されると、学生の風紀を乱すという理由で移転を要請されますが、聞く耳を持たず、明治21年にやっと深川区の須崎へ移転しました。生きていくのって大変ですね。明治時代の本郷区はいかがでしたか？次回は第14話、下役上野をご案内します。お楽しみに。